皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、自民党内における経済対策への異論について取り上げていきます。現在、安倍政権は新型コロナウイルスの感染拡大に伴って経済対策を発表しています。事業規模は108兆円と大きいものでした。しかし、その中身を見てみると、世の中に一体どれだけのお金を出すのかといった点についてはかなり疑問符がつく政策が多いために、これは見かけ倒しに過ぎないという指摘がされています。そして実際にその評価というものは今後も変わることはないでしょう。では自民党内は今回の経済対策に異論がないのかといえば、そういったわけでもなさそうです。というわけで今回のニュースはこちら。自民党内の中においてもこの経済対策に異論のあるグループというものがあります。今回はその中においても知名度の高い青山茂春議員を中心とした守る会の提言について取り上げていこうと思います。一体どのような提言がなされているのか早速見ていきましょう。ニュースをどうぞ。小さすぎて遅すぎる。自民党内から政府の経済対策に異論。青山氏ら一律10万円以上の給付など首相官邸に直談判。自民党の青山茂春参議院議員は4月8日、首相官邸を訪れ、政府が7日に決定した新型コロナウイルスの感染拡大を受けての経済対策について、too little, too late、小さすぎて遅すぎると言わざるを得ない対策に失望しており、それは絶望に変わりつつあると苦言を呈した。青山氏は自身が代表幹事を務める党内の保守系議員グループ、日本の国益と尊厳を守る会、以下守る会として消費税の減税や国民一律の給付措置を求めてきたが、今回の政府の対策で消費税減税は取り入れられず、現金給付の対象も所得が減少した一定の世帯に絞られた。それを受けて青山氏は、守る会が改めてまとめた5項目の提言を岡田官房副長官に手渡した。提言の概要は以下の通りだ。1、消費税 5% 減税。2、中小企業の資金繰り対策の規模と手続き簡素化をレベルアップ。粗利保証を含む返済の必要ない資金供与。3、マイナンバーを活用し、現金給付等で全国民へ一律10万円以上の配布。4、自治体業務の支援体制確立。5、感染症等の緊急事態に対処できる法整備と憲法。提言後に取材に応じた青山氏はまず、5% に負担が下がるように消費税の問題提起が最大の柱だと述べた。その上で、例えば国の借金を増やしちゃいけないという考え方なら、まだ議論の余地はあるが、散々苦労して税率を上げたと、党の首脳陣が言っているようでは、自民党は国民政党とは言えないとして、消費減税を次の経済対策に盛り込むよう強く訴えた。さらに青山氏は、このウイルスの危機は全国民に降りかかっていると指摘し、次の経済対策に一律10万円以上の給付を実現すべきと強調した。新たな経済対策の財源には、躊躇なく国債を発行すべきとした。こうした新たな経済対策の策定時期については、ゴールデンウィークの連休明けには第2弾の対策が出てこないといけないとして、さらなる経済対策の断行を求めた。守る会の提言の最後に挙げた憲法改正について青山氏は、現下の体制では緊急事態に対処できない。危機管理能力の低い国であることはみんなの共通認識だと指摘。その上で、緊急事態条項の大切さ、やっと肌身でわかるようになってきたとして、緊急事態に対処できるよう憲法改正の議論を進めるべきだとの考えを示した。与党内からは、新型コロナウイルスの感染拡大が続くことから、第2弾の今年度補正予算案の編成を求める声がすでに上がっている。こうした中で、政府与党がさらなる緊急の対策をいつ、どのような形で打つのかが今後の焦点となりそうだ。今回紹介した守る会は、ウィキペディアによるとその参加人数は53人となっています。決して小さいわけではありません。また、これと同じような規模の日本の未来を考える勉強会といったグループも自民党の中において政府とは違った提言を行っています。そちらのグループについては消費税はもういっそのこと 0% にするべきだっていうような提言を行っています。このように自民党の中においても現在の安倍政権とは違う路線でもっと手を打つべきだと発言している人たちはたくさんいます。しかし残念ながらこれを政府が取り上げているというふうには全く見えません。特に消費税の減税について言えば、現在の安倍政権には全く影響を与えられているようには見えません。残念ながら現在の安倍政権は
リーマンショックと比べたらといったいわば経済危機として今回の問題を捉えている節があります。そのため明らかに問題への対応というものが少しずれているところがあります。今回の問題の本質は一体何かといえば、経済危機ではありますが同時にウイルスとの戦争でもあります。ですから感染症対策というものと同時に経済対策、この2つを両方行わなければなりません。ですからどちらかが中途半端であればどちらとも失敗するような非常に難しい問題なのです。ですから今回はリーマンショックのような経済危機に備えようという考えでは不十分なのです。欧米の指導者たちのようにこれはウイルスとの戦争だといった戦時体制下にあることを考えればもっと危機感を強く持つ必要があります。ですからウイルスとの戦争に勝つためにはやはり何といっても経済活動については一時的にしろかなり犠牲を強いることになります。例えば欧米においてはロックダウン、都市封鎖というものが行われました。日本においてはこのロックダウン、都市封鎖を行うための法律はありません。現在行われている緊急事態宣言というのはあくまでもみんなに自粛を要請するといったものに過ぎません。日本人の多くはこの自粛要請を受けてなるべくなら外に出ないようにしようということを守ってくれる国民性がありますが、しかしそれはあくまでも国民の行動に期待したものであり、強制力を持ったものではありません。そして今回の緊急事態宣言の元となっているコロナ特措法というものについては残念ながら欠陥のある法律だと言えます。例えばその一つが経済活動を凍結することによって感染症対策というものを万全にすることができます。しかしこの経済活動を凍結することに対しての法律というものが不備があります。いわば休業保障問題です。より多くの人々を安心して家にいてもらうためには経済活動を停止している間生活を保障しなければなりません。ですからその部分についての法律というものは事前に作っておかなければならなかったのです。そして経済活動を停止してでも感染症対策をしっかりとする、その目的は一体何かといえばそれは時間稼ぎをすることです。残念ながら現在の状況において新型コロナウイルスを日本で撲滅することはほぼ不可能な状況です。ですから感染のピークを遅らせる、もしくは感染が急拡大するのを防ぐ、そして時間を稼ぐということが非常に重要なのです。一体何のための時間稼ぎをするかといえば、それは治療法の確立に向けての時間稼ぎです。例えば日本においてはアビガンの治験というものが進んでおり、安倍首相も口にしていましたが、アビガンの治験というものはなかなかいい成績が出ているようです。しかし、一体どのタイミングで飲み始めてどれくらいの量を飲むのがいいのか、一番いい方法は何か、そして他の薬との併用はどうなのかといったところを調べていくにはまだまだ時間が必要です。ですから、時間を稼いでいくということが非常に重要なのです。もちろん、ワクチンや完全な特効薬といったものができるのが、それは嬉しいことなのですが、残念ながら年内はほぼ不可能な状況です。ですから、どれだけ感染を急拡大するのを抑えつつ、まず今ある薬での治療法というものを確立するのか、その時間稼ぎというものが非常に重要なのです。そして、経済が凍結している間、一体どれだけのお金が必要なのかといったところに、潤沢なお金をつぎ込む必要があります。そのための考え方が、今は戦時下なのだという考え方です。これはいわば、今は非常事態の真っ最中なのですよというところを危機意識として持つことが大事なのです。今が経済危機であるといった考え方だけではこうした考え方を持つことはできません。ウイルスとの戦争の真っ最中なのだ。今は戦時中なのだ。だからお金についてはもはや少々荒っぽい方法でもいいから確保しなければならないといったそういった心構えが必要なのです。ですから今回の守る会も言っていますが、赤字国債を今は出すべきだといった時期なのです。そして守る会の提言にもありましたが、マイナンバーの活用といったものはこの際どんどんと進めるべきでしょう。さらに現金の一律給付というものも私は賛成です。現在の安倍政権は困った人にお金を出そうという話をしているのですが、それが最上だとは言えません。なぜならば困った人というのは今まさにお金が必要なのです。ですから、そうした人々に対するお金を出すために審査が必要だということを考えれば、どうしても時間差が生じてしまいます。ですから、一体誰が困っているか把握するのに時間がかかるのであれば、まず全員に配る。その上で本当に困っている人には追加で出すという2段階方式が私は良いと思っています。そして困っていない人に対してもお金が回ったのであれば、その部分については、それこそ年末調整のような形で、
年後半に問題を先送りして後で処理するようにすればいいと思います。そして提言にもありましたが、法律の改正もしくは憲法の改正といった論議は今行うべきだと私は思っています。コロナ特措法は問題がありすぎるという指摘がされています。実際その通りだと思います。問題がある法律についてはどんどん改正をすべきでしょう。また、今回の問題で言えば外出禁止令のような強い措置が取れないというのもまた大きな問題です。これはあくまでも政府が話をすれば国民が聞いてくれるだろうというある意味願望に似たものがあり、多くの人々はその話を聞いていますが、実際皆さんも考えてみてください。例えば外出自粛要請というものを行って、たとえ9割の人々がその声に従ったとしても、1割の人々が、いや、どうせ今回の新型コロナウイルスなんてインフルエンザにちょっと毛が生えた程度だろ、なんで自粛しなくちゃいけないんだ、みんな外に出ようぜと言って、外に出る人たちがいても別に不思議ではないのです。これは思想信条もそうですが、それぞれ自由に行動する権利というものがある以上、こういった人々を止めることはできません。時にはこうした人々の考えをちょっと待ってね、もう外出禁止ですよといった具合にして強制的な命令を出すようなそうした必要な場面というのもきっと来るでしょう。なぜなら新型コロナウイルスに対する問題で今大慌てしていますが、ウイルスというものは人類が続く限り同じように彼らも存在しているのです。ですから今後も新型何々ウイルスもしくは何々菌といったものがパンデミックを起こすということは今回限りの話ではないのです。必ず未来においても同じことが発生します。憲法の改正となるとどうしても時間がかかるので優先順位としては少し低くなりますが、少なくとも議論はしっかりとしておかなければなりません。また法律の改正という部分について言えば、まさに国会議員の仕事の本命の部分です。現在の対策法などについての問題があれば、それはどんどんと国会で議論して、より良い法律というものを作らなければなりません。そして今起こっている危機への対応、そして未来にもきっとまた同じようなことが起こることを前提とした議論についても進めるべきでしょう。誰かの行動を制限するためには、それこそ法律ではなく憲法の改正が必要だというのであれば、今からその議論というものを始めるべきです。こうした危機対応のために政府により強い権限が与えられるような法律についての話をすると、一体今なんでそんなことを話するんだ、それこそ火事場泥棒のような形で政府に強い力を与えるなんてとんでもないといった批判なども上がってくるわけですが、私はこのような危機だからこそ話を進めるべきだと思っています。なぜならば、平和な時においてはこうした危機の問題についての議論というものは残念ながら進みません。平和の時であれば、なんでそんな危ない状況についての話をするんだという、そうした批判も強くあります。それこそ日本政府が様々な強権を持って人々を弾圧するんだといったような話に議論をすり替える動きが起こってしまいます。ですから今回のような危機の時だからこそ法律の不備や憲法の不備についての議論を深めていって、しっかりと現在の問題とそして未来に起こる問題についての対処をしなければならないと私は思います。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。